はい、皆さんこんにちは。かっちゃんです。ビビンビャ。ということで今日はレンチンするだけで食べられる作り置き冷凍弁当レシピということで、野菜をたっぷり使いながら見た目も綺麗にレンチンするだけで美味しく食べられる作り置き冷凍ビビンバ弁当を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料は牛豚合いびき肉 200g、卵1個、ほうれん草 200g、人参 200g、炊いたご飯。その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。人参 200g の皮を剥いて細切りします。ではほうれん草は根元に特に土がついているので、茎と茎の間に指を入れながら汚れをきれいに落として、根元部分に十字に切り込みを入れておきます。ボウルに卵1個、塩少々を入れ、卵を溶きほぐし混ぜ合わせます。食材を準備したら、フライパンに油をひいて、中火で熱します。はい。ではフライパンが温まったら、溶き卵を流し入れて全体に広げ、薄焼き卵を作ります。はい。では底焼けてきたら、返して半面も10秒ほどさっと焼いていきます。焼き終えたら取り出して粗熱を取っておきます。はい。では空いたフライパンに牛豚合いびき肉を入れ炒めます。ではひき肉に8割方火が通り色が変わってきたら、酒大さじ1、醤油大さじ1、砂糖大さじ1、コチュジャン小さじ1、おろし生姜小さじ1を入れ全体を混ぜ、中火から強中火で水分がなくなるまで炒め合わせます。では水分がなくなるまで炒めたら肉そぼろの完成です。はい。では沸騰したたっぷりのお湯に塩と切った人参を入れて40秒から1分ほど人参がしんなりするまでさっと茹でます。では茹で終えたらざるにあけて水気を切り粗熱を取ります。はい。では残ったお湯をもう一度沸騰させたらほうれん草の茎の部分を入れて30秒ほど茹でます。では30秒ほど茹でて茎がしんなりしてきたら葉の部分を沈めて10秒から20秒ほどさっと茹でます。はい。ではほうれん草を茹で終えたので冷水に取り出して粗熱を取ります。粗熱が取れたら手で握って水気をしっかりと絞ります。ではほうれん草の水気を絞ったら根元を切り落として3センチ幅ほどの長さに切ります。では人参も同様に手で握って水気を絞ります。はい。ではほうれん草、人参の水気を絞ったので、ガラスープの素小さじ1、ごま油小さじ2をほうれん草、人参各同量を入れて混ぜ合わせます。はい。では作っておいた薄焼き卵も粗熱が取れたので、少し長さある場合は半分程度の長さに切って、重ね合わせてくるくると巻き千切りし、錦糸卵を作ります。炊きたて玄米。はい。では冷凍可能な保存容器にご飯を入れていきます。丼のような感じなので 150g から 200g ほどお好みの分量お米入れてみてください。ちなみにこの冷凍保存可能な保存容器は以前も冷凍パスタ紹介した時に使ったんですけど、ダイソーで購入したものです。でお米はね、ある程度粗熱取れてから具材乗せた方がいいので、先に保存容器にお米入れて具材を作っている間にお米の粗熱を取っておくと効率よく作れます。はい。ではご飯を入れてご飯の粗熱が取れたので、中央を少し開けて、人参、ほうれん草を5等分して乗せます。野菜を乗せたら、中央に炒めておいたひき肉を5等分して乗せます。ひき肉を乗せたら、中央に作っておいた錦糸卵を乗せます。錦糸卵を乗せたら、全体にいりごまを散らします。
はい。では、具材を乗せたら完成なので、あとは蓋をして、冷凍庫で冷凍保存し、3週間ほどを目安に食べきってください。食べる際には、冷凍の状態で、蓋が耐熱の場合は、蓋を斜めにして上に乗せる。もしくは、ふんわりとラップをして、600W の電子レンジで4分から4分半ほど加熱して食べてみてください。私のコメント欄よくこれにアレンジできますかとかっていうコメントいただくんですけど、ゆで卵は冷凍に向いていなくて、冷凍すると白身の部分の水分が抜けてイカみたいな食感になってしまうので、ゆで卵でアレンジするのだけはやめてください。本当になんかイカみたいに硬くなっちゃうので、錦糸卵や炒り卵でトッピングするか、もう面倒なね、場合はなしで作っていただいても大丈夫です。はい。ではこんな感じで、レンチンしてすぐに食べられる万能作り置き弁当、作り置き冷凍ビビンバ弁当の完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回は作り置きしてレンチンするだけで美味しく食べられる冷凍ビビンバ弁当を作ってみました。それでは本日はカルピス完熟白桃で乾杯。乾杯。くー。おいです。じゃあ早速いただきましょう。春になって春休みだったり行楽シーズンだったり新生活が始まって結構お弁当を作られる方増えるかなと思ったので、冷凍して作り置きしておくと食べたい時にパパッと食べられるビビンバ弁当を作ってみました。じゃあまずこっちはちょっと冷凍かけずにね、今すぐ作ったものなんですけど、こっちいただいてみます。じゃあいただきます。おいビビ。めっちゃ美味しいわ。たっぷりの野菜にコチュジャンのピリッとした辛みのあるそぼろがよく合い、ほんとこう全部混ぜ合わせて食べたいくらいご飯とも相性抜群のとても美味しいレシピです。で、野菜はあらかじめ下茹でして火を通しつつ、手で握ってしっかりと水気を絞ることによって冷凍してもお米がべたつかず美味しく食べられます。でもシンプルに鶏ガラとごま油で味付けをしつつ、全体にごま油の風味がふわっと広がり、とても美味しく食べられます。ひき肉も牛豚合いびき肉を使うことによってお手軽に買えるひき肉でも牛の旨味が全体に広がり、とても美味しく食べられます。ひき肉を炒める前に薄揚げ卵を作り、刻んで錦糸卵にして上にトッピングすることで見た目も綺麗に美味しく食べられます。じゃあちょっとこっちの冷凍したものを解凍したバージョンもいただきます。めっちゃ美味しい。ほんと作ってそのまま冷蔵庫に入れて3日ほど日持ちするので、冷蔵保存してすぐ食べていただいてもいいですし、冷凍保存しておくとちょっとご飯作るの面倒だなって時とか、お弁当今日作るの面倒だなって時にレンジで加熱するだけ食べられるのでとても便利です。で、かなりたっぷり野菜を乗せているので、野菜を手軽にたっぷり食べたい方にもおすすめのレシピになってます。今回調理工程もできるだけ簡潔にしたいなと思って、卵とひき肉はもうフライパン1個で作れて、野菜は茹でるだけ、鍋1つで作れるレシピにしました。5食作るっていうと、いろいろ準備したり、いろいろ工程があったり、結構面倒な感じがするんですけど、フライパンと鍋1つあれば、簡単に作れるレシピになってます。これとね、お味噌汁と、あとちょっとサラダとかあれば、結構しっかり食べ応えもありますし、これから春休みに入って、お昼ご飯、晩ご飯作らなきゃいけない時とか、新生活が始まったり、新生活、お弁当必要な方にもとてもおすすめのレシピになってます。はい。ということで今日はレンジでチンするだけですぐに食べられる冷凍作り置きビビンバ弁当を作ってみた動画でした。ピリ辛で牛の思いが詰まったそぼろにたっぷりの野菜、ご飯が相性抜群のとても美味しいレシピです。ほんと冷凍しておくといざという時にパパッとレンジで加熱するだけで美味しく食べられるレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。
ビビンバー。もはや毎日これ食べたい。